それじゃあね、真核生物の転写小説見てみましょうか。ちょっとね、難しめの内容だからね、発展的なことで難関大目指す人とかね、ちょっと分子生物に興味ある人だけ見てみましょう。真核生物の転写。最近ね、難関大の根図問題でよく問われるんで、ちょっと見ていきます。真核生物の転写の小説。まずね、大学の教科書とか高校の教科書とかで用語の使われ方がね、様々、教科書間でも様々なんで、概念だけね、しっかり掴んでおきましょう。基本的には真核生物の転写の速度を上げたり下げたりするのは、タンパク質が DNA に結合して、で、転写の速度を上げたり下げたりするんですよ。タンパク質。で、このタンパク質を転写、調節、因子なんて言ったりします。教科書によっては、調節タンパク質って言われる場合もあります。だから大学ではね、単に転写因子っていうことも多いです。このタンパク質が DNA に結合する。で、転写速度を上げたり下げたりする。それが基本です。この転写因子が結合する DNA 領域を転写、調節、領域って言います。でもあんまりテストに問われません。なんでかっていうとね、やっぱり教科書ごとに、繰り返すけど大学の教科書間でも、用語の細かいね、使われ方が違うし、高校の教科書でもね、用語の使われ方がちょっとね、用語のニュアンスが変わったりするんで、あんまりで問われることはないっす。でも一応これ大事な概念。タンパク質が DNA に結合して噛みついて、転写の速度、つまり遺伝子の発現の速度を変えていくっていう、これ大事な概念です。例えば、転写因子、ね、機能的な分類、どんな分類があるかっていうと、転写、活性化因子。転写因子の中には、転写を活性化するタンパク質もあるし、もしくは転写を抑制する転写抑制因子もある。で、このね、転写調節領域、これ DNA の領域の名前ね。転写調節領域の中にも、そこにタンパク質が結合して、転写速度が上がるんだったら、エンハンサーって言われたりとか、で、そこにタンパク質が結合して、転写速度が落ちるんだったらサイレンサーとか。サイレンサーってあんまり使わない人も多いけど、サイレンサーとか言われたりします。で、これね、ごちゃごちゃ書いたけど、でもね、知っといてほしいのは、ある1個のタンパク質、1種類のタンパク質も、時と場合によって、あっちの遺伝子を活性化する転写活性化因子だったり、こっちの遺伝子を抑制する転写抑制遺伝子だったり、あっちの遺伝子を活性化する転写活性化因子だったり、こっちの遺伝子を抑制する、こっちの遺伝子の発現を抑制する転写抑制因子だったりするんで、このタンパク質はこっち、このタンパク質はこっちっていうふうに明確に分類なんかできないんですよ。だからあんまりこれ、普段、大学生になってもその辺気をつけてください。ただ転写因子って大まかに言うことが多いけどね。で、なんかいろいろごちゃごちゃしてるけど、例えばみんなね、一番シンプルな例として原核生物のオペロンの例をね、昔学んでるはずです。例えばリプレッサー、原核生物ではリプレッサーなんていう、負のね、転写因子がオペレーターっていう転写調節領域に結合してその発現を止めたはずです。その発現速度を、遺伝子の発現速度を、ダウンさせたはずです。他にもね、実はアクチベーターとかあるんだけど、アクチベーターはリプレッサーとは逆に転写の速度を上げるような因子ね。これがタンパク質ね。で、これが DNA 領域。確かに概念は同じだよね。タンパク質が DNA に結合して、転写速度を上げたり下げたりする。転写調節領域に含めることもあるけど、
幻覚生物、真覚生物、こっちが真覚生物ね。幻覚生物、真覚生物共通で、プロモーターにプロモーターっていう DNA 領域に RNA ポリメラーゼっていうタンパク質、酵素が結合して転写を開始するのは、これは幻覚生物、真覚生物ともに共通です。RNA ポリメラーゼ自体はね、幻覚生物のものと真覚生物のもので違いはあるんだけど、これは共通。ただ、真覚生物の場合は、基本転写因子、基本転写因子っていうね、1グループの、たくさんある、実はたくさん種類があるんだけど、1グループのタンパク質がないと、存在しないと、この RNA ポリメラーゼはプロモーターに正しく結合できず、転写を開始できないことが分かってます。これは、真覚生物に特徴的ね。丸真って書くけど、真覚生物に特徴的な RNA ポリメラーゼがプロモーターに結合して転写を開始するのを助ける、タンパク質群ね、これは大学内容だけど、一応ね、幻覚生物にもね、シグマ因子っていうのね、シグマ因子っていう、なんだ、基本転写因子のなんかシンプルバージョンみたいなのがあって、でも、これは知らなくていい。シグマ因子は知らなくていい。こんな風に、ここまでが基本的な高校内容かな。エンハンサー、サイレンサーなんか基本的に問われないけどね、この辺も用語で出るような問題はないけど、今はね、大事なのは概念です。転写の調節は、タンパク質が DNA に結合して、行われると。転写の速度を上げたり下げたりすると。で、転写因子のね、機能的な分類とかね、転写途中領域もね、いくつか分類があるみたいなね。で、転写を開始するには、RNA ポリメラーゼがプロモーターに正しく結合する必要があるけども、真覚生物の場合は、それを助ける基本転写因子っていう一群のタンパク質がないと、それが正しく行われない。ここまでいいでしょうか。じゃあもう一歩先に進んでみます。どんな風に実際真覚生物では転写が起こるんだろうっていうのを見てみます。これが DNA。今回はタンパク質の情報を含む部分を遺伝子にしようか。遺伝子と呼ぼうか。遺伝子にはいろんな定義があるけど、遺伝子。タンパク質の情報を含む部分を遺伝子としましょう。で、RNA が結合するね、RNA っていうお車の駐車場、プロモーターがあります。で、時にね、数万塩基対離れて、エンハンサーがあります。エンハンサー、プロモーター、全部 DNA の領域の名前ね。で、どんな風に転写が開始されるかっていうと、遺伝子によってね、仕組みは全然様々なんだけど、代表的な一例を見てみると、例えば、今回はね、転写を活性化させる因子にしようか。転写因子。転写因子がエンハンサーに結合します。これ、めちゃめちゃこれ離れてる場合があるんですよ。数万塩基対離れてる場合もある。で、これ、遺伝子がこんなに遠いじゃん。オペロン説ってさ、プロモーターとか遺伝子とさ、プロモーターとかと、オペレーターがめっちゃ近くにあったじゃん。だけど、真覚生物の場合、ここがめっちゃ離れてるんですよ。だから研究が大変なんですよ。どうやってここがこっちに影響を与えるかっていうと、簡単で DNA が折れ曲がるんですね。DNA を折り曲げるタンパク質がいるかもしれないとも言われてます。DNA を曲げるタンパクがいるかもしれないとも言われてます。ぐにゃっと DNA が折れ曲がって、これがこう折れ曲がるんで、エンハンサーのこと円って書くけど、これがこう折れ曲がって、この転写因子がぐーっとこっちに行きます。で、プロモーターに近づくと。で、そうすると、転写因子が基本転写因子に集合をかけます。
この丸記が基本転写因子、これが基本転写因子。これ3つしか書いてないけど、もっといっぱい種類があります。基本転写因子って1個だけじゃないよ。たくさんの種類が、たくさんの数があるんだよ。基本転写因子に集合をかけます。集合。まあ、親和性を高めるんだね。基本転写因子がここの領域に結合するような結合するように促進させるんだね。親和性を高めるんです。で、そうすると基本転写因子が集まると、なんていうかね、初めに公園に一人して、あ、ここ遊べんじゃねって、みんなおいでよって何人か集まって、あ、なんとかちゃんとなんとかちゃんとなんとかちゃんがいるじゃんって、あ、なんとかくんもいるじゃん、じゃあ私も遊ぶっていうふうに RNA ポリメラーゼがプロモーターに正しく設置されます。これが RNA ポリメラーゼで転写を開始するわけね。この辺までが高校内容ですかね。でちょっとね、せっかくだから詳しく見てみます。この基本転写因子だけど、実際何やってるのかっていうと、この基本転写因子の役割は、一つは超重大な役割で、RNA ポリメラーゼを RNA ポって書くけど、RNA ポリメラーゼを正しくプロモーターに配置する。で、もう一つはね、ターターボックスの認識とか。これもいっぱいいるんで、もちろん役割分担あるんですけど、ターターボックスの認識。ターターボックスっていうのは、プロモーターの中の一番重要な配列です。ターターボックスっていう塩基配列。プロモーターってもちろん DNA の領域の名前だから、塩基配列あるわけだけど、その中でも重要な塩基配列としてターターボックスが知られてます。このターターボックスを初めに認識して、あ、ここが確かにプロモーターだなって、あ、確かにここでサッカーできそうだなって確認してから、おいみんなサッカーできるぜ、来なよって呼び寄せるわけ。まあ実際はなんていうの、親和性が高まるわけ。ここに集合する一群のタンパク質同士の親和性が高まっていくわけ。これもね、プロモーターってね、繰り返すけど DNA の領域でもちろん塩基配列持ってるんですよ。で、いろんなプロモーターがあるんですよ。これね、ごまかしてね、書いてある教科書多いから、高校生はちょっと、問題文で出てびっくりしちゃうと思うんだけど、プロモーターって、弱いプロモーターから強いプロモーターまであるんですよ。塩基配列の違いで。一種類じゃないんですよ。だから、もし俺たちが実験的にある遺伝子の過剰発現したいと思ったら、強いプロモーターをつないであげれば、転写速度が上がって、遺伝子が強制的に発現するようなことがあるわけです。塩基配列の違いによっていろんな種類のプロモーターがあることもチェックしておいてください。このプロモーターに変異が起きてね、転写の、速度が変わるみたいな、問題も最近出始めています。で、このね、この転写因子君もね、面白いこと他にもやってて、例えばなんていうか、俺たち真核生物って原核生物みたいに DNA が生のままでないわけよ。ヒストンと DNA が固く結びついて、しかもそれがギュッと折りたたまれてるわけじゃん。それをね、この子たちが近づきやすいようにほぐすみたいな、働きもこの転写因子君してます。せっかくだから書いておくかせっかくだからこの転写因子君、これがヒストンね。ヒストンに DNA がぐるぐるに巻きついてる。で、ギューッと折りたたまれてる。これじゃあ、転写に必要なタンパク質が取り付けないよっていうところを、この転写因子群、転写を活性化するタンパク質は、それをほぐして DNA をさらけ出させて、あ、ターターボックスやんみたいに結合させてるって言われてます。難しい言葉でクロマチン構造の変化っていうんだけど、
こんな風にね真核生物特有のねなんていうか障害ぎゅうぎゅうにタンパク質と DNA が絡みついてて、しかもギュッとまとまってるからうまくタンパク質が近寄れない状態から解きほぐして近寄れる状態にしてあげるなんてこともやってるって言われてます、この転写因子。じゃあねせっかくだから転写後のこともちょっとさらっと見てみようか。これ転写終わるわけだね。転写終わってで RNA ができるわけですね。メッセンジャー RNA ができるわけだ。メッセンジャー RNA ができるわけだ。だけど転写が終わってからって言ったら本当はよくないや。これ転写産物そのままメッセンジャー RNA になるわけじゃないよね、真核生物って。スプライシングが起きてるね。イントロンが除かれてエキソン同士がつながるスプライシングが起きるよね。でね、最近ね他の RNA の編集もちょっとずつ笑い始めてるからちょっと見てみよう。5ダッシュにキャップってものがつきます。で3ダッシュ側にポリエーテールがつきます。ここにキャップ、こっちに本当はもっと長いけどポリエーテールで、こんな風にねメッセンジャー RNA のね両端に特徴的な構造がくっつくことで、ここが両端だよ、ちゃんとこのメッセンジャー RNA 完成してますっていうのをね合図になってるんですね。両端の目印、ちゃんと我らに挟まれてタンパク質の情報が完成したタンパク質の情報がありますっていう目印になってて、で角膜の外でちゃんと翻訳されると開始コドン、終止コドンも中にあるんだよ。この5ダッシュについてるキャップはねリボソームを核の外でリボソームを呼び寄せる働きがあるって言われてるし、こっちのポリエーテールはメッセンジャー RNA の安定化に関わる機能があるって言われてます。つまりこのメッセンジャー RNA の寿命に関わると言われてます。だけど基本的にこの、メッセンジャー RNA の成熟したメッセンジャー RNA の両端についているこの構造の本当の、ね、真の意味は未だ解明中です。実はねRNA の収束ってスプライシングだけではなくてねちゃんと両端に合図をつけるここからここまでがの間に情報があるよっていうね両端の合図も両端の目印もあるってことも知っておきましょう。あ、ごめんなさいキャップね、5ダッシュキャップポリエーテールスプライシング。確かにさ漫画もさこれが1巻でこれが最終巻ですってなかったらどっからこれ何なんみたいな、これ物語の途中なの初めなのとかさこれもう何もう終わり次の巻出んのみたいな分かんないじゃん。なんかこれって何情報どっからどこまでなのみたいな困っちゃわないようにこれ、完成してんのこのメッセンジャー RNA 完成してんのかこれ核の外出していいのみたいな困んないようにちゃんと、目印がついてると。こんな感じですかね。僕ね専門が分子発生なんで僕個人的に面白いと思ってるのはねここなんですよ。この転写因子ってもうこれ完全に発展ね。この転写因子って発展でもないか、たまに入試問題問われる。この転写因子って細胞ごとに存在する種類が異なる場合があるんですよ。
種類異なる。もちろんどの細胞でも、共通して見られる転写因子はあるんだけど、細胞ごとに異なる転写因子が、異なる存在比で転写因子が存在していることがあるんですよ。この基本転写因子なんかはめっちゃ大量にあって、しかも種類もそんなに少ないんだけど、この転写因子ってむちゃくちゃ種類があって、しかもね、お互いに発現を活性化したり抑制しちゃったりし合ってるんですよ。負のフィードバックや正のフィードバックもいっぱいあるんですよ。いろんな、つながりがあるんですよ。転写因子同士のつながりを白い紙に書こうと思ったら紙が真っ黒になるぐらいつながりが複雑なんですよ。で、その転写因子、そんな転写因子が細胞ごとにどんな種類の転写因子があるかが異なると。そうすると発現する遺伝子の種類も異なる。でそれがこの発現する遺伝子の種類が細胞の個性になっていってるって言われてるからね。面白いのは肝臓の細胞は分裂しても肝臓の細胞、つまり肝細胞は分裂しても肝細胞なんですよ。肝細胞が分裂したら突如として筋肉になること筋肉の細胞になることないんですよ。これなんでかっていうと、細胞分裂するごとにこの転写因子の存在比が記憶されてるんですよね。細胞分裂しても。そこが面白いですよね。なんていうか、さまざまなね、正のフィードバックだったりとかがいろんな仕組みがあるんだけど、どんな転写因子がその細胞になきゃいけないか、それはすなわちどんな遺伝子を発現しなきゃいけないかにつながるんだけど、どんな転写因子がその細胞になきゃいけないかっていう情報が細胞分裂した後も引き継がれるんだよね。それが面白い。しかもそれ元をたどれば、じゃあお前いつ幹細胞になるって決まったのみたいな。お前その転写因子の存在パターンっていつ確立されたのって言い出すと、それ分子発生生物学になってくるんですよ。こうやって受精卵からいつのタイミングでその恒常的な遺伝子発現が、その転写因子の存在パターン、遺伝子の発現パターンが確立されていったのかっていうのは、ものすごい種類の、いろんな要素があって、決まっていくんですよね。そこが分子発生生物学の研究領域なんですよね。そこも面白いですよね。完全に何ていうの、高校の範囲がいいんですけど、そこが面白いですよね。なんてちょっと大学生の範囲までね、足突っ込んで、解説してみました。なんか言い間違いとかがあったらごめんなさい。ぜひね、分子生物とか分子遺伝とかちょっと興味ある人は、生命科学とか興味ある人は眺めてみてください。あともちろんね、難関で受ける方も眺めてみてください。